て、ここからオープンしたらここの窓開けてるんですけど、ほんと20センチぐらいしかないんですけど、3坪って言われて入ったんですけど、ないですかねないぐらい狭いですよね。買う時に毎回びっくりされます。ここみたいなこんな狭いところからみたいな感じでなんかたくさん買ってくださる方とかもなんかギリギリでなんか助け合いながら渡すみたいな。そうですね、ここの中のことは全部一人でやってます。逆に2人入っちゃうと多分動けなくなっちゃうんで1人の方が多分大変ですけど効率はいいのかもしれない。オーブンが狭くて全開できないんですよ。スコーンは結構サクサク系のやつにしてて、種類マフィンの種類によって配合とか変えてるのでちょっとずつ違います。はい、好きです食べるのも作るのも好きです。
もちもちしっとり感じで作ってます。エビグラタンっていうのと、パスタ屋さんのボロネーゼっていうのと、ベーコンポテトトマトっていうのがあります。これはもうトマトとかも練り込んであって、なんかもちもちピザみたいな感じの味です。さあ焼き上がってくるといい匂いですよね。なんかこの小窓からも匂いがいくみたいで、お客さん来てくださった時に結構焼いてるといい匂いがするって言ってくれます。スコーン3種類ぐらいいつも出してます。なんかザクザク系のソフトな感じよりザクザク系が私が好きで、本当にこのスコーンはもう私が好きなスコーンを作りたいと思っておはようございます。ありがとうございます。はい、パスタ屋さんのありがとうございます。はいなんかそうです、量多くてここでストックできないから倉庫にストックしてくれてて、それで週に何回か納品しに来てくれます。これとあれとあれを持ってきてくださいみたいな感じで。はい、大きくなってる。これが気になってる。みんな読んでますよ。これ読んでます。頑張ってね。頑張るよ。バイバイ。いろんなパスタって面白いです。そうですね。ボロネーゼとかこだわりパスタ屋さんのボロネーゼって感じです。チョコがザクザク2、3種類、2種類ぐらいチョコ入れてます。いろんなタイプの。あとチョコチップも入れて、溶けるやつ、ちょっと溶けるやつと溶けないやつとで食感楽しんでもらう感じで、私チョコが大好きでチョコそのものが入ってるのがすごい好きなんで自分が好きなストを作ってる。
入れすぎても焼きムラができちゃうので2段が限界で3段一応あるんですけど、気に入ってます狭いですけど狭そうだねってみんなに言われますけど、結構気に入ってます何ですかね、秘密基地みたいな感じなんか囲まれてるところ好きなんですよねちょっと特別な場所にいる感じがして、こんな狭いところからいろんなお菓子が出てくるんだって思ってもらえたらいいなと思ってどっかから持ってきてるんですかってよく聞かれるんですけど、ここで全部作ってますって言うとすごいびっくりされますだからこうマフィン買いに来てくださった方はすごいこうやって近く覗いてくれるんで、お客さん来たって気づきます。こっちもベーコンポテトトマトです。この色はトマトの色です。これ結構見た目がシンプルで地味なんで、見た目がでも食べると美味しいです。お食事系の中では私一番これが推しなんですけど他にない感じで。さっきのマスカルポーネのやつと生クリーム合わせてクリーム
レビが撮影に来たんですよ。でその時にここの窓からずっとサマーズさんとお話ししてて、でサマーズの三村さんが、私がこうやってここがなんかここが木の模様になってるんですけど、なんかここでずっとこうやって話してたんですよ。木にしがみついてるように見えたみたいで、コアラみたいだねって言われてそれでコアラ店長って、その番組のところもコアラ店長がいる激狭マフィンって言って紹介されて、そこからお客様にもコアラ店長って言われるようになって、でなんかお客様がこのお金の重りとかのやつをコアラでプレゼントしてくれたりしてでこれでお札止めてるんですけどフレッシュのトマトを回して、でちょっとこう独自の感じでオリジナルソースにしたやつを加えてます。休憩ないですなんかもういつ来るかわかんないですし、お客さんがいない時がもう仕込みのチャンスなんでずっとやり続けてますほぼ食べてないですすごいお腹グーグーになってますおにぎりとか持ってきたりする時もありますけど、ちゃんと座って食べるっていうのはほぼないです。ここちょっと椅子あるので、本当にちょっと休憩っていう時はここにちょっと座りますけどそれぐらいです。これはティラミスマフィンです。これから穴開けて、ティラミスマフィンだけ中にクリームを詰めてるんで、そうなん
ですよ。表面はサクサクで中はもちもちしっとりみたいな感じです。これはお食事マフィンのチーズです。チーズマフィン、チーズの味がします。でこれだけちょっとだけなんかこう硬い焼けた感じがあって、チーズポン・デ・ケージョとかなんかそんな感じの味わいです。チーズパンみたいな。これがさっきのバナナのやつです。焦がしキャラメルバナナ。やっぱ甘いものが自分が食べるの好きなのでデザートとか作るの楽しくて、それで結構独学でデザートは。マフィンはパスタ屋さんと一緒に考えたんですけど、焼き菓子系はだいたい全部自分の。作ってます。パスタ屋さんが作ってくれる時もありますけど。こっちがプレーンで、こっちさっき作ったベーコンポテトトマトです。あとベーコンポテトトマトが入ってるんですけど。
切りまで入れるんで溢れちゃうんですよね。パンパンにしたくて普通は7割とか8割で焼くカップなんですけど、もうほぼ10割入れたくてだからなんか400円から600円ぐらいだからマフィンにしては高いって最初思われるんですけど、食べたら納得みたいな感じですごいボリュームアップ。一番地味なんですよ焼き上がると地味なんですけど、中にあんなにたくさんいろんなものが入ってるんです。食べてもらわないと伝わらないっていう生地もバターがゴロゴロ入ってて、でザクザク感出してます。だって自分が結構その甘いの好きで、これ好きでなんか自分で作ってたりとかしたものがスコーンとかだったんですけど、他の人にも食べてもらいたいなと思ってこのスコーンをと思って一回出したのがきっかけで、なんか結構スコーン美味しかったって言ってくださる方が多かったので、なんかほぼレギュラーメニューにした感じです。塩あんにしてるんですよね。抹茶バター塩あん。
ですね、こっちがアーモンド入ってて、こっちはクランベリー、ドライクランベリーとホワイトチョコが入ってます。ここ3つシュガーマフィンですけど、ここはベーコンポテトトマト。来てください。待ってます。ありがとうございます。結構インスタと店頭にしかカレンダーがなくてまちまちなんで、今日やってるかやってないかがなんかあんまりまだみんな分かってない。こんにちは、お待たせしました。シュガーマフィンが2点、抹茶が2点、バナナが1点。はい。
ました。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。はい。あ、すいません。ありがとうございます。またお願いします。お待たせしました。ありがとうございます。またお願いします。キャロットケーキがない。そうなんですよ。申し訳ございません。また焼きます。ありがとうございます。嬉しいです。オープンから来てくれると頑張って準備した甲斐があるみたいな。やりがいすごくあります。作るのも好きですし、なんか作ったのをお客さんになんか自分で渡せて、しかも次来た時とかになんかご感想とかもいただけるので、なんかすごい楽しいです。そうですね、好きなものが詰まった場所みたいな。ティラミスマフィン。ティラミスマフィンとベーコンポテトトマト。以上でありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。